ベタベタなところからいきます。はい。声優を志したきっかけ。おう、ベタベタ。僕やっぱりその、はい、こうやってがっつりと、はい、こういうことを話すの初めてなので、うんうん、当然僕はまだ知らないんですよ。種崎さんが、はい。いかにして声優になったのか。きっかけとかあるんですか？きっかけは、ちっちゃい頃、はい。小学校上がる前から私は声優になりたかったんですけど。早っ。早い。だからもう、はい、アーニャぐらいの時にはってことですよね。そうです、そうです。何きっかけですか？テレビのアニメーションの中に入りたいなって思ったのが一番最初で、はい、で、セーラームーンを、はい、見て、入りたい。この世界観、かっこいい、みたいな。はい。なんか、入るには、はい、アニメーションのキャラクターにはなれないっていうことを、なんか小さいながらにもそれは分かっていた。天才じゃないですか。天才かもしれません。声優という職業が、役者という職業があるらしい。はい。なりたい、みたいな。感じです。でも、それでなりたいって思って、でもやっぱり、幼稚園とか小学生の頃ってやっぱなりたいものって、まあ、シュンって出てくるじゃないですか。それこそ僕なんかは、おもちゃいっぱいだからおもちゃ屋さんになりたいみたいな。でもやっぱりね、1年2年経つとその夢というか、なりたいっていうものも薄れて消えていくものですけれども、それずっと残り続けた。そうですね。なんか途中で、漫画家かっこいいなとか、今もちょっといいなって思ってるのは花火師いいなみたいな、なんか。職人的なもの好きなんですね。です。職人肌なんだ。その人にしかできないみたいな感じのいいなって思う傾向にあるかもしれません。でもやっぱ声優だけはブレなかったですね。いいなはあってもなりたいは変わらなかった。なるほど。まあ、僕もその声優目指すきっかけは、もう漫画、アニメ、ゲーム、全般大好きみたいな。これがあればいいみたいな。へー。だから、声優っていうのも、最初に挑戦した分野っていうところで、なんか声優になれば、その世界に関わってる人たちと楽しく暮らせそう、みたいなところから始まってるんですよ。だからもう、今やっぱりその漫画アニメゲームにまみれてる生活じゃないですか。はい。最高だなって思って浸りながらやってますけれどもね。そういう感じできっかけ、いやでも早いってすごいっすね。ブレないって。幸せなことかもしれません。なかなかね、その途中経過というかね。僕はなんか高校の時に、パッて思い浮かんだんで、声優やりたいみたいなところは。でもなんか、やりたすぎて、思いが一途すぎて辛いみたいなことはもちろんありますけどね。この仕事じゃなかったら、みたいなことも考えますけど、でも他に、これ以上にやりたいことなんてないみたいな。好きだから苦しいはあるじゃないですか。あります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 。あれみたい。あります。ありますよ。それは。やっぱり。でも一生やってたいなって思います。一生やってたい職業に出会えたっていうのがね、なんか我々ありがたいなって思いますよね。